朝、太宰治。私は遊ぶことが何よりも好きだ。だから家で仕事をしているときも、友あり遠方より来たるのをいつも密かに楽しみにしていた。玄関がガラッと開くと、眉を潜め、口をゆがめる。けれども、実は胸を躍らせ、書きかけの原稿用紙をすぐに片付けて、その客を迎える。あ、これはお仕事中ですね。いや、何。そうしてその客と一緒に遊びに出る。けれども、それではいつまでも仕事ができないので、とある場所に秘密の仕事部屋を作ることにしたのである。それはどこにあるのか、家の者にも知らせていない。毎朝9時ごろ、私は家の者に弁当を作らせ、それを持ってその仕事部屋に出勤する。さすがにその秘密の仕事部屋には訪れてくる人もいないので、私の仕事も大抵予定通りに進む。しかし午後3時ごろになると、疲れてくるし、人が恋しくなるし、遊びたくなって、きりのいいところで仕事をやめ、家へ帰る。帰る途中でおでん屋などに寄ってしまって、帰宅が深夜になることもある。仕事部屋。その部屋は、実は女の人の部屋なのである。その若い女の人が、朝早く日本橋のある銀行に出勤する。その後に私が行って、4、5時間そこで仕事をする。そして女の人が銀行から帰ってくる前に退出する。愛人とかなんとか、そんなものではない。私とその人のお母さんとが知り合いなのである。そのお母さんは、ある事情で、その娘さんと別れ別れになって、今は東北の方で暮らしているのである。そうして、時たま私に手紙を送って、その娘の縁談について私の意見を求めたりなどする。私もその候補者の青年と会い、あの人ならいい結婚相手でしょう、賛成です。などと一人前の苦労人が言いそうなことを書いて送ったこともあった。しかし今ではそのお母さんよりも娘さんの方が私を信頼しているように私には思えてきた。キクちゃん、この前あなたの未来の旦那さんに会ったよ。そう？どうでした？少しキザね。そうでしょ？まあ、でもあんなところさ。そりゃあもう僕に比べたらどんな男でもアホらしく見えるんだから。我慢しな。そりゃあそうね。
娘さんはその青年とあっさり結婚する気でいるようであった。先日の夜、私は大酒を飲んだ。いや、大酒を飲むのは毎晩のことであって、何も珍しいことではない。しかし、その日、仕事場からの帰りに、駅のところで久しぶりの友人と会ったのである。私のなじみのおでん屋に案内して、たくさんお酒を飲んだ。そろそろお酒を飲むのが苦痛になりかけてきたときに、雑誌社の編集者が、多分ここだろうと思った、と言って、ウイスキーを持って現れた。その編集者の相手をするために、そのウイスキーを一本飲み尽くした。これはもう吐くのではないだろうか、どうなるのだろう、と恐ろしくなってきて、さすがにもうこの辺でよそうと思った。でも今度は友人が店を変えて僕におごらせてくれと言い出した。電車に乗ってその友人のなじみの小料理屋に連れて行かれ、そこでまた日本酒を飲んだ。やっとその友人編集者の二人と別れた時には、私はもう歩けないくらいに酔っていた。止めてくれ。うちまで歩いて行けそうもないんだ。このままで寝てしまうからね。頼むよ。私はこたつに足を突っ込み、コートを着たままで寝た。夜中にふと目が覚めた。真っ暗である。数秒間、私は自分の家で寝ているような気がしていた。足を少し動かして、自分が足袋を履いているままで寝ているのに気づいてはっとした。しまった。いけねえ。ああ、このような経験を私はこれまで何百回、何千回繰り返したことか。私はうなった。お寒くありませんと、菊ちゃんが暗闇の中で言った。私と直角に、こたつに足を突っ込んで寝ているようである。いや、寒くない。私は上半身を起こして、窓から小便してもいいかね、と言った。構いませんわ。その方が簡単でいいわ。菊ちゃんも時々やるんじゃないのか。私は立ち上がって電灯のスイッチをひねった。つかない。停電ですの。と菊ちゃんが小声で言った。私は手探りでそろそろと窓の方に行き、菊ちゃんの体につまずいた。菊ちゃんはじっとしていた。こりゃいけねえ。と私は独り言のようにつぶやいた。
やっと窓のカーテンに触って、それをよけて窓を少し開け、流水の音を立てた。キクちゃんの机の上にクレーブの奥方という本があったね。私はまた以前の通りに体を横たえながら言う。あの頃の貴婦人はね、宮殿のお庭や、また廊下の階段の下の暗いところなどで平気で小便をしたものなんだ。窓から小便をするということも、だから本来は貴族的なことなんだ。お酒をお飲みになるのならありますわ。貴族は寝ながら飲むんでしょ。飲みたかった。しかし、飲んだら危ないと思った。いや、貴族は暗黒を嫌うものだ。元が臆病だからね。暗いと怖くてダメなんだ。ろうそくがないかね。ろうそくをつけてくれたら飲んでもいい。キクちゃんは黙って起きた。そうしてろうそくに火がつけられた。私はほっとした。もうこれで今夜は何事もしでかさずに済むと思った。どこへ置きましょう。食台は高きに置けとバイブルにあるから高いところがいい。その本箱の上へどうだろう。お酒はコップで。深夜の酒はコップに告げとバイブルにある。私は嘘を言った。キクちゃんはニヤニヤ笑いながら大きいコップにお酒をなみなみと注いで持ってきた。まだもう一杯分ぐらいございますわ。いや、これだけでいい。私はコップを受け取ってぐいぐい飲んで飲み干し、仰向けに寝た。さあ、もう一眠りだ。キクちゃんもおやすみ。キクちゃんも仰向けに私と直角に寝た。そうしてまつげの長い大きい目をしきりにパチパチさせて眠りそうもない。私は黙って本箱の上のろうそくの炎を見た。炎は生き物のように伸びたり縮んだりして動いている。見ているうちに私はふとあることに思い至り、恐怖した。このろうそくは短いね。もうすぐなくなるよ。もっと長いろうそくがないのかね。それだけですの。私は黙った。天に祈りたい気持ちであった。あのろうそくが尽きないうちに私が眠るか、またはコップ一杯の酔いが冷めてしまうか、どちらかでないとキクちゃんが危ない。炎はチロチロ燃えて、少しずつ少しずつ短くなっていく。けれども私はちっとも眠くならない。
また、コップ酒の酔いも、冷めるどころか、体を熱くして、どんどん私を大胆にするばかりなのである。思わず私はため息を漏らした。旅をお脱ぎになったら？なぜ？その方が暖かいわよ。私は言われるままに足袋を脱いだ。これはもういけない。ろうそくが消えたらそれまでだ。私は覚悟しかけた。炎は暗くなり、それから身もだえするように左右に動いて、一瞬大きく明るくなり、それからじじっと音を立てて、みるみる小さくなっていって消えた。しらじらと夜が明けていたのである。部屋は薄明るく、もはや暗闇ではなかったのである。私は起きて帰る身支度をした。